日は、岐阜県不破郡垂井町の南宮大社に来ています。ここ垂井町は、関ヶ原の東に位置し、近畿と東海地方を結ぶ交通の要所。今立っているのは、奈良時代には美濃国府が置かれた場所で、美濃の国の政治と文化の中心として栄えました。そして中世には、中山道の宿場町、垂井宿として、旅人や商人で賑わいを見せた町です。美濃国府跡から約850メートル南、中山道に面して立つのは南宮大社の一の鳥居です。江戸時代の寛永19年、1642年に建てられ、国の重要文化財に指定されています。ここから南宮大社までは約 1.3 キロの道のり、今回は車で向かいます。一の鳥居から南へ700メートル、新幹線の高架をくぐるとすぐ、鮮やかな朱色の大鳥居が現れます。平成4年に建てられた鉄製の大鳥居で高さは21メートルあります。この鳥居は大阪方面に向かう新幹線の窓からは特によく見え、目を凝らすと鳥居の先の山裾にもともと南宮大社に立っていた三重塔も見えます。南宮大社の前の通りには江戸時代に建てられた石の道しるべが今も残されています。石面には右、伊勢、養老、多度と読めます。こちらは昭和57年に建てられた南宮大社の現在の社号表です。左手にある社号表は大正14年のもので、南宮大社と名前が変わる前の社名である南宮神社と刻まれています。南宮大社の主催神は、鉱山と金属を司る金山彦の命です。古事記では、神生みの最後に、火の神、株土を生んで苦しむイザナミの命の凹凸から、金山彦の命と金山姫の命が生まれたと記されています。その文字の通り、鉱山と金属の神として、古代から、火事や鉱山に関わる人々の信仰を集めてきました。また、社伝によると、金山彦の命は、神武天皇の統制と深いつながりを持つ神でもあります。楼門の前にかかる2つの石橋のうち、左手にある橋は、大きく弧を描いている石輪橋です。この橋の上を、神様がお渡りになるとされています。寛永19年、1642年の徳川家光公の造営の時のもので、国指定の重要文化財です。右手にある石橋は、下校橋といい、参拝者はこちらの橋を渡ります。南宮大社の創建は、神武天皇の時代まで遡ると言われています。後の神武天皇こと神山と言われ彦の命が、大和を目指した統制は苦難の連続でした。日向を出発し、瀬戸内を経て熊野へ。そこで荒ぶる神に阻まれながらも、霊験を得て再び立ち上がり、八田烏に導かれて大和へ進軍します。在地の豪族、長常彦との最終決戦では、天から舞い降りた金色の飛が弓に止まり、稲光のごとき輝きで敵を退けました。この金色の飛、金糸を生み出したのは、鉱山と金属の神、金山彦の命であると、南宮大社の社殿に伝わっています。そして、神山と言われ彦の命が、大和の橿原神宮で神武天皇として即位の後、金山彦の命を祀らせたとされます。檜皮葺き、入母屋造りの楼門もまた、寛永19年の造営の際のものです。楼門の左右に祀られている御祭神の名前はわかりませんでしたが、左大神、右大神が鎮座しています。楼門の裏側には、木製の狛犬が鎮座しています。金山彦の命が最初に祀られたのは、今回最初に訪れた美濃国府のあった場所、垂井町、府中。旧社地と伝わる国府跡の横には、現在、南宮大社の摂社で、南宮お旅神社が鎮座しています。御祭神は、金山姫の命が祀られています。そして、崇神天皇5年、紀元前93年11月に、国府の南、現在の地へ遷座したそうです。南宮大社は、平安時代中期の延長5年927年に完成した延喜式神明帳には中山金山彦神社と記され、明神大社に列しています。また、国府の南に静まる社として、南宮とも呼ばれるようになりました。平安時代末期の説話集、今は昔で始まることでおなじみ、今昔物語の中には、南宮と申す社と記された箇所がすでに見えます。その後、明治4年に南宮神社と改称し、昭和55年に、現在の南宮大社に再改称されました。この地は、安土桃山時代の末期、慶長5年、1600年の関ヶ原の合戦の陛下で、多くの者が焼失し、ここ南宮大社も例外ではありませんでした。現在の社殿は、寛永19年、1642年に、
江戸幕府三代将軍、徳川家光公が、春日局の願いを受け造営したものです。後部殿は、神楽や武楽が奉納される場として用いられています。建築の特徴は、正面中央に火抜きを通さず、持ち送りを施して、優美なアーチを作り出しています。軒の照木は、日本間隔の2軒吹き寄せ照木という珍しい構造です。さらにカエル股には、それぞれの方角に、十二支の彫刻が施されています。町内の樽井ピアセンターに掲示されていた、昔の南宮大社の後部殿の写真には、明治の神仏分離の影響か、屋根の先端の宝珠が取り除かれていますが、現在の後部殿には、宝珠が復活しています。拝殿は、入りもや作り、妻入りの社殿で、正面には、軒から破風が優雅な曲線を描いています。御祭神は、主祭神に、金山彦の命、愛殿に、彦頬出の命、美濃の命が祀られています。江戸時代の中頃には、さらに、水葉の目の神、埴安姫の神が祀られていたようです。江戸時代に書かれた美濃国の知史、美濃明細記には、この二柱の神様は、飛神と記されています。左右の回廊は、共に桁行き11軒、銅板吹き、唐破風作りで、カエル股の彫刻を見て回るのも楽しいです。奥に見えるのが、檜皮吹き、入りもや作りの御本殿です。檜皮吹き、入りもや作りのこの元社には、大名主の命こと、大国主の命が祀られています。明治3年までは、十全寺の社と呼ばれていましたが、神仏分離により、仏像や仏具を神前院に移し、この元社と改称されました。この地域には、平安時代中期の平将門の乱に関する伝承が残っています。正門は朝廷に反旗を翻しましたが、藤原秀里や平貞盛らに討たれ斬首されました。さらされた首は、京都から関東へ飛び戻ろうとし、南宮大社は、再び乱が起こるのを恐れて祈願。すると、南宮大社の隼人の神が矢を放ち、首を落とし、その地に御首神社が建てられたと伝えられています。一軒社流れ作り、檜皮吹きの隼人社には、隼人の親神とされる、ほっせりの命が祀られています。檜皮吹き、入りもや作りの高山社は、この花咲夜姫の命、ニニギの命が祀られています。背後の南宮山には、高山社の奥宮があります。檜皮吹き、一軒社流れ作りの南大神社には、ニニギの命の兄神、穂明かりの命が祀られています。御本殿の後ろ側には、七軒社、流れ見せ棚作り、銅板吹きの七王子社が鎮座していますが、見ることはできません。七王子社には、大山積の神、中山積の神、葉山積の神、正香山積の神、重山積の神、高尾神の神、倉尾神の神が祀られています。左回廊の前にあるのはさざれ石です。小さな石が長い年月をかけて大きな岩となる自然現象で、古今和歌集では、我が君は、千代にや千代にと読まれました。この歌が元となり、後に国歌、君が代の歌詞として受け継がれています。神御社の壁面には、奉納された鉄製の桑や、鎌などの農具が掲げられています。北門から駐車場側に出たところにある2つのお社も参拝します。落合社は、スサノオの命が祀られています。和立社は、天孫降臨の際、ニニギの命の道案内をした、猿田彦の神が祀られています。次に、南門側にあるお社を参拝していきましょう。南宮大社の境内周辺や山の方には、1000本以上の椿が自生しているそうで、3月中旬から4月中旬頃が見頃なのだそうです。金敷金床神社は、豊玉姫の命、昼子の神が祀られています。石船社には、石船明神が祀られています。船型の巨石は、金属を加工する時の土台、金床に似ていることから祀られているそうです。この場所は、旧宮所寺の境内地と言われています。宮所寺とは、奈良時代の天平11年739年、行基により創建されたお寺で、平安時代に神仏集合により、南宮大社の神宮寺となったお寺です。平安時代の延暦16年797年に完成した蜀日本紀には、聖武天皇が不破の仮の宮から宮所寺と院城線に行幸されたと記されています。ちなみに、
ダルイ町内の国道21号線沿いにも宮所寺跡と否定される場所があり、一の鳥居の近くにあるダルイの泉もまた、陰城線と否定されています。御霊社は、戦争で亡くなられた方々の魂が祀られています。御霊社の前にあるのは、昭和7年、当時の地元の軍人の方々により寄進された軍人直輸50年記念の石碑です。明治の神仏分離により、南宮大社の西の神前院に移された三重の塔が建っていた場所です。綺麗に整備されているので、見る限り礎石などは見当たりません。この後最後に、神前院の三重の塔も見に行こうと思います。小瀬会社へ続く参道です。手前にあるのは、豊玉彦の命が陰城明神として祀られた岩坂のようです。昔の古い新札を焼いた灰が、この下に埋められているそうです。小瀬会社は、豊玉彦の命が祀られています。小瀬会社から少し登ったところにあるのは、かつての鉄塔のレプリカで平成2年に建てられました。元の鉄塔は、北条政子が、夫の源頼朝の供養のために寄進したと伝えられていますが、その後、慶永3年1398年に美濃の守護、時氏が再度鋳造したそうです。しかし、関ヶ原の合戦で一部が破損、明治時代には神前院に移され、今は県指定の文化財として保存されています。こちらの石碑には、瓦塚と書かれています。屋根の葺き替えなどで不要になった古い瓦に感謝するために、平成3年10月に建てられたもののようです。右手には、聖武天皇が行幸した宮所寺の御本殿があった場所と書かれています。現在は、伊勢両宮社が鎮座し、伊勢の神宮の御祭神、天照大神、豊受の狼が祀られています。隣には、三つ葉葵の御紋が描かれた、上り旗が立っています。東照宮には、徳川家康公が祀られています。荒御霊社には、金山彦の狼の荒御霊が祀られています。氏神の社の旧跡と刻まれた石碑が立っています。背面には、明治8年5月16日に現鎮座地に移ったとありますが、現鎮座地がどこなのかはわかりませんでした。南宮稲荷神社に続く参道には、その数100基と言われる朱色の鳥居が連なっています。鮮やかな朱色と周囲の緑のコントラストがとても美しいです。百連鳥居から少し脇に入った林の中に小さな石碑が見えます。こちらには袖神が祀られているようですが、どのような神様なのかわかりませんでした。南宮稲荷神社には、羽化の御霊の神が祀られています。その横にも、小さな稲荷のお社が鎮座しています。この先は、南宮山へ向かうハイキングコースとなっています。池の脇に鎮座する市来島神社には、市来島姫の命が祀られています。今回は、山登りの準備をしていなかったので、ここから先へは向かいませんが、山上には、この花咲夜姫を祀る高山神社の奥宮と、受け持ちの神を祀る小安社が鎮座しています。かつては、南宮山奥の院と呼ばれ、槍ヶ岳を開山した江戸時代後期の浄土宗の僧、万隆上人も修行したと伝わっています。南宮大社の駐車場から、車で3分、約1キロのところに、かつての南宮大社の神宮寺、朝倉山神前院があります。南宮大社には、かつて神宮寺が10房に分かれて立ち並んでいました。ところが、明治の神仏分離令により、廃仏毀釈の波が押し寄せ、ここ南宮大社でも、多くのお堂や仏像が取り壊される危機に直面します。その中の堂の一つ、神前院の僧、宗覚法院は、お堂と仏像を守ろうと、氏子たちに呼びかけます。3年にわたる奉仕の末、建物と時報を現在の場所に移し、寺を守り抜いたのです。廃仏毀釈で数多くの寺院が失われた時代に、神前院は、努力によって守られ、この三重の塔は、南宮大社の神仏集合の歴史を伝える貴重な存在となりました。南宮大社は、歴史、そして人々の信仰が折り重なる美濃の聖地です。ぜひ実際に訪れ、朱色の社殿と受け継がれてきた信仰の物語に触れてみてください。ご視聴ありがとうございました。また、次の神社でお会いしましょう。